およそ30年ほど前、自分は運転免許を取得した。そもそも運転免許を取得する前から自分は走り屋になろうと思っていたわけではなかった。高校を卒業して大学生活が始まった。大学はとても花があって充実感が満載だった。夏までに自動車学校に通うため、昼間は喫茶店でバイトをして、夜は居酒屋でバイトをした。大学の授業の合間を縫っては自動車学校に通い、秋頃には運転免許を取得した。最初に乗った車は親父から譲り受けた日産の古いブルーバード。親父はボローバードと言っていた。この時代、日本はバブル絶頂期だった。毎週火曜日の夜のテレビではジュリアナ東京が放送され、明け方までカラオケに行ったり、ボーリングも流行って、ゲームセンターも人気絶頂でした。とある休日、友人と一緒にゲームセンターに行ったとき、あるビデオ映像が流れていた。生かす走り屋チーム天国だった。なんだこの走りは。車がカニ走りをしている？素直にかっこいい。自分もあんな風にかっこよく走れたらいいな。その翌日から自分は中古車雑誌を読み漁り、一日も早く自分のマイカーが欲しくなった。中古車情報を見てみたけど、やっぱキューニーのレビンがかっこいいな。でもキューニーのレビンは高いよな。まあいっか。バイト頑張ってお金貯めるか。90年代初頭の当時は車イコール彼女というイメージが強かった。当時は現代のような個性という自分磨きによるオリジナリティが重視されるよりは、皆が皆夏は T シャツにイージーパンツ、冬は MA1 フライトジャケットに下はデニム、髪型はセンター分けの2ブロックといったスタイルが主流であり、読む漫画も同じ、見るドラマやアニメも同じといった時代である。もちろん携帯電話などない時代。友達と会うと言ったら家か公衆電話から電話をかけているかいないかを確認するか、直接友達の家に押しかけるかのどちらかであった。そんな当時は彼女を射止めるための武器こそが車だったのである。そんな当時、学生が乗れる車といったら四駆派とスポーツカー派の2極に大きく分かれていた印象であった。四駆派は三菱パジェロ、トヨタハイラックスサーフ、日産テラノが大変人気であり、スポーツカー派はシルビア、180、7、MR2、シビック、ロードスター、AE92。そして古臭い印象で当時は安かった AE86 であった。90年代初頭の時点ですでに AE86 は古臭い印象を感じた。イニシャル D の漫画の連載が開始されたのは95年からなので、その以前の時代であった。自分はまだドリフトイコール FR 車という概念もなく、当初は AE92、レビンやトレノが女の子の受けも良く、AE92 を買うために学校に通いながらも掛け持ちでバイトをしていた。そんな時、小中学時代の同級生だった近所の拓也から久しぶりにお茶でもしようぜと誘いがあった。メルは車何買うんだ？やっぱキューニーのレビンかトレノかな。へえ、いいじゃん。俺はやっぱ MR2 かな。それから1週間ほどして友人の拓也から1本の電話が入る。おう、この間レビンかトレノが欲しいって言ってたよな。中学校時代の高木を覚えてるか？あいつ今ボロボロのトレノに乗ってるんだけど、今度ハイラックスサーフを買うらしいんだよ。でさ、今乗ってるトレノを10万円で売ってやるって言ってたぞ。今度また
いつもの茶店で一緒にお茶でもしようぜ。マジか？と言っても、ボロボロのトレノって言ったら、ひょっとしてあの86じゃねえのか？あれ、マジで古臭くて、かっこ悪いんだよな。悩むな。でも、今度会うって言っちまったし、とりあえず車だけでも見てみるか。よう、メル、久しぶりだな。今大学に行ってるんだって。俺、ハイラックスサーフが今度納車されるんだよ。でさ、拓也から聞いてると思うんだけど、この車もう古臭くてかっこ悪いから買おう。お前にだったら10万円で売ってあげるよ。じゃあお店の前に車止めてあるし、ちょっと見てみようぜ。これが自分とトレノとの出会いだった。